皆さんこんにちは。今ですね、カローラツーリングのハイブリッドのモデル、そしてこれ中間グレードの G グレードの車の方に試乗する機会がありまして乗っております。私、カローラシリーズというとカローラクロスをずっと乗ってきておりまして、同じカローラという名前を冠するこのツーリングに関して乗ってみてどのような印象、感想を抱くのか、このあたりお話の方をできればと思っております。加速の方をぐーっとかけてきているわけなんですけれども、カローラクロスの方がアクセルを踏んだ時の加速の出方、ギュッて出る感じっていうのは強いなというところです。見た目に反してというところなのかもしれませんけれども、こちらの方がアクセル踏んだ時によりこう軽快にビャーッと出そうな雰囲気があるんですけど、カローラクロスの方がアクセル踏んだ時の体が動く感じとか車がギャーッと出る感じっていうのは強いなというふうに思います。こちらの方が滑らかにより発進できる感じ。ただ力が弱いとかアクセル踏んで出てこないとかじゃなくて、しっかり出るんだけれども扱いづらさがないぞというところで、アクセル踏んだ時の加速結構ねしやすいなというところが今乗っていて感じる印象というところになります。そしてアクセル踏んでぐっとまた再加速します。10キロ20キロ出ました。アクセルもう一回踏み直してぐっと加速する時も結構ねしっかりと加速してくれる。アクセル踏んだ時に車がグンっていう風に加速をしてくれるので、ちょっと乗っていてかったるさを感じるとかそういったことはね全くない。結構ね軽快にしっかりとこう走れるなというのが、乗っていて感じる印象というところになります。座った時の周りの見え方っていうのはまさにねカローラクロスとほとんど変わらない、デザイン。ただ日々このカローラクロスの内装を見ている身からすると、こうパッと見た時のやっぱりこの質感っていうのはこちらのツーリングの方が高いなと。特にこの中間グレード、これ G グレードなんですけれども、ステッチがちゃんとこうフェイクじゃなくかっちりと入っていて鮮やかに見えるところもそうですし、ソフトパッドの柔らかさ含めて見た目のところの上質感、高級感はこちらの方が高いなというのが乗っていて感じるところであります。特にね、なんか見ていていいなと思うのはここですね。ここはソフトパッドになっていて、こうステッチ、白いステッチがずっと入っていて、ここはなんかおしゃれでいいですよね。ピアノブラックだけではなくって、そこを囲うようにこうやってステッチをつけてくれていて、結構おしゃれさっていうところも演出してくれているあたりが個人的にはいいな。乗り心地というところもちょっとお話をしたいんですけれども、ツーリングっていう表現、結構走るっていうところですよね。そういったニュアンスっていうのがよくわかる。結構シャキッとしたところもある。だけれどもこのゴツゴツコツコツして硬いとか揺れすぎるとかみたいなことはなくって、ちゃんとストンとこの揺れとかもいなして乗り心地よく疲れないような形で走らせてくれるというところ、これがねあってすごくいいなっていうふうに思います。カローラクロスと比べた時にどうかというと、カローラクロスの方が柔らかいです。ものすごく柔らかいです。ですのでやはりこの方向性としてカローラクロスってカローラシリーズで同じ名前を冠しているんですけれども、やっぱりこう乗り心地快適性にガチッと振ってるんだなっていうのが分かる違いっていうのがもう如実に現れています。こちらの方がね走っていての楽しさを感じられる乗り味になっている、乗り心地になっているなというところが印象としてあります。路面がすごく荒れた道ですね。そこのところにこう入ってきました。スピードを出さないでっていうこういったものがコツコツが入っているところを走ってるんですけれども、ここもね結構フラットですね。乗り越えているのは分かるんだけれども、車が必要以上に跳ねない、ピタッとくっつきながら走っていてくれるんで、これはやっぱり乗り心地いいね、楽だなっていうふうに思います。これだけね路面荒れてるんですけれども、結構下の方でガタガタゴトゴトっていう段差を乗り越える音はしてきますが、中に入ってくるこの振動っていうところはしっかりとね角が丸まっているものになります。今も前の方こんな感じでザラ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 っとしているところ、ガタガタっとしたところ走ってるんですけど、下の方で音はするんですけど上山でね入ってはこないんですよ。お尻の下あたりで全部こうグーッとシャットダウンされて止まってるっていう感じ。静粛性という点に関してなんですけれども、今の路面が綺麗なところを走っていますよと。でその分に関して言うと本当に静かです。ロードノイズも静かですし、外から入ってくる音、エンジンとかの音、外の車の音っていうのも、もちろん入っては絶対来るんですけれども、しっかりと抑えているという印象があると。ただロードノイズに関して言うとちょっと高鳴りやすい、荒れた路面に入っていった時のロードノイズに関して言うと
ちょっと高く感じられるかなというところはあります。これはやっぱり路面に近いところにいる、もしくはその車の作りというところのあれがあるのか分かんないんですけれども、トヨタ車としてはちょっとロードノイズが大きく聞こえる場面っていうのはあるなというところは感じます。カローラクロスと比較してもカローラクロスの方が音すごく抑えている、カローラクロスの方がロードノイズは小さく感じると思うので、多分この車の特徴として走っている路面を噛んでしっかりと走っていくという中においてちょっとロードノイズっていうところが高鳴りやすいのかもしれないなと思います。ただですね、実際に乗っていてホンダ車だともっと高鳴る車もあるなと考えると、こう全体を見渡した時に言うとうるさいっていう部類まではいかないのかなっていうところが乗っていての印象というところになります。今ね、すごい路面静かなところ走ってるんですけど、いやこのね路面きれいなとこ走ってる時の静粛性すごいですね。結構シーンとしている、静けさをすごく感じられる。で話している声もこう反響してくるので、結構静寂に包まれる感じがあって、いや落ち着いて乗れるなっていうところが印象です。で若干差ついてるぐらいだとロードノイズはまだまだ高鳴らないので、これはもう本当に静かだと思います。ですのでロードノイズの話はしてますけれども、これは本当荒れた路面でのロードノイズだけがなんか高鳴るなっていうところですね。その他のロードノイズはすごくねうまく抑えてくれているなというのが乗っていて感じている印象というところになるかなと思います。ちょっとうねってる道の方に入ってまいりまして、やっぱりね気持ちがいいですね。カローラクロスの場合ですとこう切っていく時結構ハンドルが軽いので少し気を使っちゃう場面っていうのもあるんですけれども、こちらに関して言うと手応えもいい感じですね。本当にいい手応えで車の方がこうぐーっと切れる。で切っていた時にすごいピーキーかというとそういうことはなくって素直にハンドルがこう曲がっていってくれるので扱いやすくていいなというところがあります。そして今こういう大きいカーブぐーっと通過してますけど、やっぱりねロール感は少ないですね。低い位置で運転できる、シートの形状も含めてこういったうねっている道を走る時の安定感っていうのがすごくあって、でこのハンドルも非常にね滑らかに動く、反応もいいですし、手応えもすごく気持ちいい手応えが返ってくるので、このねワインディング走る時が気持ちいいですね。でこうやって軽が大きいところでもやっぱり体が流れないです。通常のやっぱりこの車と比べた時にね、いや私ね結構安定感高くてね乗ってていいなって思いますし、走ってて楽しいなと思えるものになっているんじゃないかなというふうに思います。ブレーキホールドの機能がこの車ちゃんとあるので、そのブレーキホールドの機能を使って再発進の方をしていったわけなんですけれども、ブレーキホールドからの復帰も非常に滑らかですね。改良が行われる前のカローラクロスの場合だと結構ロケットスタートしがちだったんですけれども、この車のブレーキホールドに関して言うとそういったロケットスタートになるようなピーキーなこのブレーキホールドからの復帰の仕方はしないので、扱いやすいなと思える実用的に足るホールド機能であるなというふうに思います。サイドミラー結構適度ないい大きさでコンパクトに収めてくれているので、カローラクロスのように乗っていてサイドミラーが気になってしまうっていうことがなくていいなって思っています。この車の車体、この車の大きさに適度に合ったサイドミラーが採用されていると思います。でサイドミラーがカローラクロスよりもこうコンパクトなんですけれども、視界に関しては悪くないです。ただ一点ですね、これですね、このディスプレイオーディオですかね、私がこの運転をしているこの着座の位置からするとちょっとねこの運転するフロントスクリーンにここの部分がかかっちゃうんですよね。そうするとちょっとね視界が少なくなっちゃうっていうところがあるので、この点ちょっと残念だなと、ここの部分がちょっとね運転時の視界の邪魔になりやすいかなというところは乗っていて感じたところであります。ということで今回はトヨタさんのカローラツーリングですね、ハイブリッドのモデルの上位グレードの最上位じゃなくて中間グレードの G グレード、こちらに試乗した時に感じたことをお話ししました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただいたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。順調 TV では今後もトヨタ車に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。
ここまでのご視聴ありがとうございました。